周りにそう思うでしょ、この会社ってここが良くないとこだよね、説得していくというか、同調させていくというか、洗脳していくというか、支店として機能が成り立たなくなったこともありますし、最悪の結果は支店にほとんど社員がいなくなる、メンタル食らって支店長も辞めちゃうとか。本日もよろしくお願いします。はい、お願いします。職場やチームをダメにする危険人物の特徴というところでお話をお伺いできればなと思います。結論はやっぱずる賢い。一見仕事ができる。容量がいい。口がうまい。経験談からすると、例えば A さんが入社してきましたと。で、A さん経験もあって仕事もできますと。口も上手で現場一生懸命やって自分の実力をちゃんとアピールする。ちゃんと気づいた点とか、もっとこうした方がいいとか、ここが良くないとか、もっともらしく言うんですよね。それまでは別に悪くないんですね。そうするとやっぱ管理者も周りの人も、いい人来てくれたとか、初印象がつくわけですね。この後が問題で、その人っていうのは本能的に自分がちゃんと評価されるのをうまくやるので、最初頑張る。ところがどこにだんだん慣れてくるとですね、最初は提案なんですよ。改善した方がいいとか、こうしたらどうかとかって提案なんですよね。でもそれがどんどん愚痴、批判、不満になっていくわけですね。そうすると生地仕事もできるし、口も立つんで、周りにそう思うでしょ、この会社ってここが良くないとこだよね。それがいいことか悪いことかも置いといて、説得していくというか、同調させていくというか、洗脳していくというか、自分が思う不満をみんなにも、あなたもそう思うでしょってうまくやっていくわけですよ。例えばじゃあ社員がその拠点に10人いて、1人そういう仕事もできて口が立つ人で不満文章を入れると、どんどんオセロ裏返しみたいに、会社のここが悪い、あそこが不満だ、そういう思いを持つ人が増えていくわけですよね。普通のことが不満のことに変換されてたりするんですよ。いや、他の会社はね、同じ仕事してももうちょっと給料高いんだよとか、それ事実か事実じゃないか置いといてですよ。でもそういう人が言うと、あ、そうなんだとか、普通の会社はここがこうなのにここが違うんだよ、これねおかしいと思うんだよ、じゃあおかしいんですねみたいな。でだんだんそれが増えてくると、もうみんなが不満分子になっちゃってて、気づくのが手遅れだと、仕事を真面目に頑張るどころか、あれが悪いこれが悪いっていう人がマジョリティを占めて、当然ですけど仕事を頑張ることよりもあれが悪いこれが悪いって求めるようになっちゃうんで、一見正しいことも言っていれば全然筋違いなことも言っていたり、いろいろ混在してくるわけですよね。結果やっぱりそのチームって不安ばっかり言って成果が出ないみたいになってしまって、改善できるとこ改善できないとこ当然会社にあるので、確かにそうだよねっていうところを改善したりとか、それは難しいということは難しいと言ったりとか、違うことも違うって言ってたりすると、最終的にはその不満分子になってたら、じゃあ10人中例えば会員 7,8 人ぐらいそうなっちゃうとしたら辞める。社員が全然いなくなっちゃうから、全然その視点回らない。視点として機能が成り立たなくなったこともありますし、最悪の結果は視点にほとんど社員がいなくなる。もう一つのパターンとしては、支店長もすごい大変じゃないですか、管理者としては。メンタル食らって支店長も辞めちゃうとか。で、それで支店を潰したこともあります。自分とかが支店にいた時はうまくそれを回避してるわけですよね。どう回避してるのかってありますか？話しに行くしかなくて、端的に言うと影響力がある人がネガティブなことを言い出すとマジョリティになるので、その影響力のある人がネガティブなことを発さないようにちゃんと対話していく。それをだから感覚値で自然察知できてたので起きなかったんですけど、未熟な管理者とか、未熟な管理者とかやっぱ誰しもが初めての管理者とかやると、そういうリスクは発生しますし、常にそういうリスクははらんでますよね。そういうのも見分けるのも難しいです。そうですね。対話をする機会、コミュニケーションはちゃんと取ってた方がいいと思いますし、経験則からすると、例えば管理者とかも初めての印象がすごいできる人だ、いい人だってなると、その印象がやっぱ残っちゃう主観みたいな感じのことが多いんで、ちゃんと冷静に同僚とか、下の人もそうですし、ちゃんとコミュニケーションを取って、その人の人物像がどういう人なのかっていうのをちゃんと情報を確認していくっていうのは大切だと思いますね。上からすごい気に入られるけど、下の人からあいつないわみたいに言われてる人って結構いるんですよ、実は。これ結構失敗もしてるんで、ちゃんとその人を評価するっていう時には、自分だけの評価じゃなくて、その人よりも高い立場の人の意見評価、同じレイヤーにいる人の意見評価、下にいる人の意見評価、そういうリサーチというか定期的にはしていくんですよね。良くないことが起きたらすぐ察知できるみたいなので、対処していくみたいな。そうですね。多分その人自身も悪気ない人多いですし、本当にじゃあ最悪な人なのかって言ったらそうでもなかったりするんですよね。ちょっとやっぱ考え方がひねくれてたりとか、過去にやっぱそういう経験があって自然とそうしちゃってるとか、ネガティブなことしてることに気づいてない人とかもいるんで、そういうのを察知したら細かくコミュニケーションを取ってあげるっていうのが本来やるべきことなのかなと思いますし、強いて言うなら対象という。とにかく末期っていうのは社員がいっぱい辞めるか、その拠点がダメになって潰すか、それを管理しなきゃいけない人がメンタルで潰れてギブアップしちゃうかみたいな、あんまり良くない結末が待ってるんで、そうならないようにちゃんと事前に対処するって対話、コミュニケーションを取っていくしかないと思うんですよね。
アップルさん自体、コミュニケーションで取り組みとかされてることってあったりするんですかね？できてる部分、できてない部分ももちろんありますけど、面談とか朝礼とか何気ないコミュニケーションとかは考えてやってますかね。コミュニケーションが少なくなればなるほど不満とか愚痴とか言い合わないと思うので、例えばなんか子供で考えると大事なんですけど、ちょこちょこいたずらする子供とかって例えばいるとするじゃないですか。この子ってもしかしたらですよ、親に構ってもらえないから自分に構ってほしくてそういうことをしちゃう子っているわけですよ。大人でもやっぱこういうの同じで、やり方が変わっただけで、例えば極端な話、蓋を開けたら支店長に全然構ってもらえないからそういうことを言っちゃってる人って意外といるんですよ。それがもしかしたらその人の過去の経験とかなのかもしれないですけど、でそれが自分として自然としてやっちゃってる。例えば昔じゃ会社小さくて僕が直接見てましたとっていう B さんがいますと。で昔は週に1回ぐらいご飯に行く機会があっていろいろ喋ってましたと。でも会社大きくなってきて社長はいることが少なくなって C さんっていう管理者が新たにできましたと。だけど B さんからしたら過去は社長と週1飯が行けたのに喋れたのに自分が見てもらってる感大事にされてる感あったのに、会社大きくなってなんか社長全然会ってくんねえなと。いやーなんか社長昔は一人一人の社員大事にしてくれたのに最近は社員大事にするとかってなくなっちゃったのかなっていうことが聞く人が聞くと、この会社は社員を大事にしない会社っていうなんかインプットがまず1個入るじゃないですか。自分はそう思ってないけど、ああそういう感じなのかなって、これは言葉の魔力ですよね。なんとなくどっかにあるんですよ。言ったっていう事実だけどっかにインプットされてるんで、そうすると自分がいざ何かがあった時、例えば自分の賞与がちょっと思ったより低かったとか時に、あ、こういうことかと。会社は成長してるのに俺の賞与が思ったより少ないってことは、社員を大事にしなくなったから賞与下がったんだみたいな、よくわかんないこう結合が入るんですよね。そうすると、それが事実になっちゃったりするんですよね。全然そんなことないんですよ。会社からしたらそんなの全然関係ないじゃないですか。で、何をもって社員を大事にしてるかとか、で、なぜ賞与が下がったとか、そういう事実がどっかに行って、なんかリンクしちゃったりするんですよ。思ったより賞与低かったんですよね。やっぱりなんかこの会社って社員大事にしない会社になったんですかね。そうなの？俺も賞与下がったんだよね。やっぱそういうことなのかなみたいな。で、さっき言ったように影響力が高い人が、いや、絶対そうだよ。俺も入社するときに賞与がこのぐらいって言われたけど、思ったより少なかったもんみたいな。実は裏側でちゃんと説明したとしても、そうでしょって、この会社社員大事にしなくなったんだよ。そうですよね。そうですよね。そうですよね。こんな勘違いが結構起こるんですよ。皆さんの会社多分こういうのあると思うんですよ。それは気にしてるか気にしてないか、掘ってるか掘ってないか、ミクロで見てるかどうかとかあるんですけど、こんなやりとりは日常茶飯事でどの会社でも起きてるんですよ。声が小さい人がそんなこと言っても、何言ってんのという話が終わる場合もあれば、とは言っても別に、俺はここで頑張り続けるしかないと思ってるから、言ってもしょうがないし、っていう人がいたりとか、ちゃんと意味を理解して、いやでもそれってさ、ちゃんとお前が説明聞いてないだけじゃん、みたいな。こうで、まっとうに逆にやってくれてるんだから、よくやってくれてるんだよとか、社員を大事にするっていうのはそういうことじゃいかないとかって、そういう価値観がいろいろ入り混じってれば、これはマジョリティじゃないんで、別に問題ないんですよ。でもこれがマジョリティになった時が問題なんで、それも気にしてないのか、そういうところまで気にするのかっていう差はあると思うんですけど、ちっちゃい会社とかちっちゃい拠点だったら、それがマジョリティになった瞬間に崩壊につながるみたいな。それを察知して、ちゃんと説明しないといけないんだなって拠点管理者が思えば、改めて説明しに行って、ちゃんと理解してもらうとかっていう、だから対処をしなきゃいけない。逆に HM の意識とか良くなっていくみたいな環境を良くする人の特徴とかだったりするんですか？自分自身のやっぱ判断軸がちゃんとしてる人、先ほど言ったように周りがこう言ってるけどこう思うよと流されない人とか、冷静に事実とちゃんと判断していい悪いってちゃんと選別できる人、そういう人が影響力があったらいい方向に行くわけですよ。会社の中で気をつけてるのは A さんがすごい仕事ができます。でもどちらかというと思考はネガティブ寄りですと。B さんは仕事はまあ普通だけどすごい思考が前向きとかいいとこ探しができるってなったら B さんみたいな人を管理者に持ってくるっていうのが僕らとしては気をつけてるところですよね。職場環境を良くするような人はどういう人ですかって言ったらやっぱすごくポジティブな人とか真意を持ってる人とかいいことはいいって言える人、日本人の特徴かもしれないですけど悪いとこ探しすごい上手だなと思うんですよ。自分が経営者とかやってると問題見つけて課題にしてボトルネックを潰していくっていうのが仕事だから悪いところはすごくよく見えちゃうんですけど、でもやっぱり思考は悪いところいっぱい見えてもいいんですけど言動行動に関してはやっぱ前向きいいところを探したりっていうのがやっぱ本来あるべき姿かなと思うんで、いいとこ探しができる人っていうのはすごく価値がありますよね。本日の動画最後まで見てくれてありがとうございます。アップル飛行センターではホームページなど会社のこととか採用についても様々な情報を発信しておりますので、少しでも興味持っていただけましたらぜひまた見に来てもらいたいなと思います。また YouTube では業務の様子、研修、イベント、様々な対談などもアップしておりますので、気になる方はチャンネル登録をしていただけたらと思います。またこの動画へのいいねもぜひよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。